りょうでございます。今回の舞台は東京からおよそ3時間。新幹線とローカル線を乗り継いで向かう北陸の秘境です。北アルプスを切り裂くように走る深き谷黒部渓谷。その玄関口に佇む宇奈月温泉へと参ります。宇奈月温泉は大正時代、黒部川の電源開発とともに栄えた温泉街で、その源泉は約7キロ上流の黒薙温泉から運ばれてきます。1日3000トン、約98度もの高温の源泉が山あいを流れ、宇奈月温泉に届く頃には約55度の泉温を保った上質な湯となります。またこの温泉街を語る上で欠かせないのが、北アルプスの岩肌を深く深く削りながら流れる日本三大渓谷の一つ、黒部渓谷です。深い山々に抱かれたこの地には、今も原生の景色が息づき、黒部渓谷の象徴トロッコ電車が断崖と渓流を縫うように走っています。小さな車両に揺られながら巡る雄大な景色は、まさに黒部ならではの体験です。そしてこの日本有数の秘境で、絶景露天風呂と日本海の幸を贅沢に味わうことができる極上の老舗旅館を詳しくご紹介してまいります。四季の移ろいとともに姿を変える大自然、黒部の玄関口宇奈月温泉。それでは行きましょう。宇奈月温泉へ行くには、北陸新幹線から富山地方鉄道に乗り換える必要があります。このローカル線では Suica や PASMO などは使用できませんのでご注意ください。新黒部から宇奈月温泉までは約30分で到着します。渓谷を走るローカル線もまた旅の郷愁を誘います。先ほどから車掌さんがこまめに警笛を鳴らしながら慎重に走行しています。その理由がこちら。この辺りにはお猿さんをはじめ多くの野生動物たちが暮らしています。人と自然が寄り添いながら続く旅路に心が和みますね。ところが黒部渓谷に近づくにつれ、徐々に天候が悪化していきました。ちょっと心配です。はい、終点の宇奈月温泉駅に到着しました。駅を出るとすぐにもくもくと湯気を上げる噴水が出迎えてくれます。実はこれ本物の温泉なんです。温泉を噴水にしてしまうほど豊富な湯量を誇っているんですね。雄大な北アルプスが生み出す温泉、ワクワクしてきました。それでは宇奈月温泉をご紹介してまいります。まずはじめに徒歩で行ける絶景の散策コース、山彦遊歩道。次に今回宿泊する温泉旅館。最後に黒部渓谷名物トロッコ電車の順にご紹介します。宇奈月の魅力をぎゅっと詰め込みましたので、ぜひ最後までお楽しみください。まずはトロッコ電車の宇奈月駅の方へ行ってみましょう。早速足湯がありますね。さすが温泉の街。この足湯は駅のホームと直結していて、待ち時間にくつろぐことができます。そしてこちらがトロッコ電車の駅ですが、立派な建物ですね。トロッコ電車は翌朝乗車するので、動画の最後の方にご紹介します。到着したのがちょうどお昼頃でしたので、駅のレストランで昼食をとります。注文したのはこちら、富山湾の宝石と言われる白エビが乗ったラーメンにカレーです。そして今回は運転がないので昼間から飲んじゃいます。これは贅沢なランチですね。そしてなんと食事をしていたら晴れてきました。いやー、嬉しすぎます。ご覧ください、この絶景。すごい、空が青いよ。もう完全に諦めていたのですが、青空の黒部渓谷を見ることができました。画面中央やや右に見える赤い橋が旧山彦橋。その奥にかかるのが新山彦橋。現在はこちらが使われています。宇奈月ダムまでは片道およそ30分。ちょうどいい距離の散策コースです。旧山彦橋を渡っていたら
タイミングよく新山彦橋をトロッコが通過しました。高さは3、40メートルくらいでしょうか。これは思わず足がすくみます。橋を渡るとすぐ目の前に古いトンネルが現れます。かつてトロッコが走っていた道です。時代を感じる明かり、そしてしっとり濡れた岩肌が続く幻想的な空間。これは小さな探検気分を味わえますね。そしてトンネル内にはこんな素敵なスポットもあります。こちらは新山彦橋。運が良ければトロッコの通過を間近で見ることができます。レトロなトンネルを抜けた後の木漏れ日が気持ちいいです。そしてこの先に宇奈月ダムの展望台があります。せっかくなのでダムまで行っちゃいましょう。こちらが宇奈月ダム。発電量こそ多くはありませんが、立山連峰をはじめ北アルプスに降り積もる雪は春になると一気に溶け出します。その水量はまるで桁違い。この宇奈月ダムはその膨大な雪解け水を受け止め、黒部の町を守り続けています。こちらが湖面橋。晴れていれば完璧なリフレクションが見られるはずなんですが、また曇り始めました。黒部の天気は本当に気まぐれですが、これも旅の醍醐味ですね。それでは雲行きが怪しくなってきましたので、この辺りで散策を切り上げて旅館へ向かいましょう。旅館へ向かう途中、とんでもなく気になる看板を見つけてしまいました。賞味期限10分。スコップのスプーンもおしゃれですね。一口食べてみると、これはチーズケーキというより滑らかなチーズクリーム。口の中でふわっと溶けていきます。小さな寄り道ですが、こういう発見もまた楽しいですね。それではそろそろチェックインの時刻です。今回ご紹介する宿はこちら、宇奈月温泉屈指の格式を誇る老舗旅館円楽さんです。眼下に広がるのは黒部川の大パノラマ。ロケーションもこの宿を中心に温泉街が形成されたかのような、そんな特別な立地に佇んでいます。創業は戦前の昭和12年、宇奈月温泉の開湯が大正12年ですから、まだ名も知られていなかったこの地にいち早くのれんを掲げ、黒部渓谷の歩みとともに歴史を刻んできた名旅館です。館内には由緒ある美術品が数多く展示されており、ただのロビーとは思えないほどの存在感。これはもう国賓をお迎えできるレベルの豪華さですね。それもそのはずです。円楽さんは皇室の方々をはじめ、名だたる文人墨客も足を運ばれた由緒ある名旅館なんです。その空気感は今もなお静かに息づいています。そしてこちらがお土産処。まるでギャラリーのように洗練された雰囲気です。富山名物から工芸品まで品数も豊富で、見ているだけでも楽しいひとときです。それでは元気のいい中井さんにご案内いただき、お部屋へ向かいましょう。今回ご紹介するお部屋は14階にある貴賓室です。なんとお部屋の入り口には本格的な茶室がしつらえられています。これはちょっとレベルが違いますね。そして実はこのお部屋は将棋界最高峰のタイトル戦、竜王戦が行われた場所。当時挑戦者が10連覇を目指す竜王を破った歴史的な対局がここで繰り広げられました。そんな特別な舞台に今回宿泊しちゃいます。もうワクワクが止まりません。扉を開けるとまず迎えてくれるのは広々とした迎賓の間。玄関というよりまるで一つの前室。ここから先に進むほど特別感が高まっていく作りです。こちらには専用のミニバー、そして冷蔵庫の中には嬉しいフリードリンク、ビールもたくさんありますね。そしてこちらは次の間。
格式ある和室に見られる主室の手前のお部屋です。贅沢なしつらえですね。それではお部屋を見ていきましょう。こちらが主室の和室。そしてこの空間こそ将棋の最高峰竜王戦が行われた舞台です。一手一手が歴史に刻まれた部屋。窓の向こうに広がるのは深い黒部の渓谷。思考を研ぎ澄ませる静かな時間がここには流れていました。そんな壮絶な勝負が行われた場所でウェルカムドリンクの抹茶をいただくと、まるで自分が竜王になった気分になってしまいました。続いて奥へ進むと、こちらは広々とした応接室。後ほどご紹介しますが、このお部屋は露天風呂に直結していて、お風呂上がりに大きなソファーでくつろげるようになっています。また高級なマッサージチェアも完備されているので、景色を楽しみながらラグジュアリーな滞在を満喫できます。それでは次にベッドルームを見てみましょう。こちらも上品で落ち着きのある洋室ですね。そしてゆったりしたスペース。こちらのベッドは低反発の特殊なマットレスが敷かれていて、心地のいい睡眠ができました。このリクライニングも気持ちよかったです。お待たせしました。それではこのお部屋の最大の見どころ、露天風呂をご紹介します。広々としたテラスに贅沢な総ヒノキの湯船。木の香りに包まれながら望むのは黒部渓谷の大自然。四季とともに表情を変える山々、そして眼下には雄大な黒部川です。まるで渓谷を独り占めしたかのような特別なひとときが流れます。それでは気になる泉質はどうでしょう。pH 値は 8.2 の弱アルカリ性なのでお肌に優しく、ナトリウム、塩素、炭酸水素を主成分とする美肌の湯です。さらにこの分析書では天然の保湿成分であるメタケイ酸の量が 26.9mg となっていますが、能登半島地震の影響でなんと現在4倍以上の 120mg に増えているそうです。大自然のエネルギーは計り知れませんね。実際湯船に浸かっているとその滑らかな保湿成分を感じることができます。黒部の絶景と北アルプスが生み出す上質な温泉を堪能できる極上の宿です。それでは最後にサニタリーをご紹介します。洗面室も広いですね。大理石の洗面化粧台にはたくさんのアメニティが並べられています。こちらは女性用の化粧品セット。この箱には上質なシャンプーやボディウォッシュが入っていました。そして驚いたのがこの歯磨き粉。一般的な旅館と比べて5倍くらいの量が入っています。トイレは清潔なのはもちろんのこと、暖房器具まで備わっていました。もちろんシャワールームも完備されています。はい、以上がルームツアーでしたが、いかがでしたでしょうか。さすが竜王戦が行われたお部屋だけあって、気品と風格は別格でしたね。玄関から次の間、主室、その先の応接室とベッドルームまで、私がこれまで泊まった宿の中でも間違いなくトップクラスの広さと贅沢さです。そして何より極めつけは圧巻の絶景露天風呂。もうお部屋だけで旅の幸福が満たされてしまうほどでした。ですがこの旅館の魅力はまだまだ続きます。この後は日本海の高級食材をふんだんに使った贅沢な懐石料理をご紹介します。どうぞ引き続き動画をお楽しみください。夕食会場は個室になります。半個室ではなく完全個室なのが嬉しいですね。そして秋の日本海といえばやはりこの魚。今回は脂が最も乗る季節に合わせてのどぐろ尽くしの懐石プランを選びました。なんとこのプランはのどぐろをお刺身、煮付け、焼き、しゃぶしゃぶとあらゆる調理方法で味わえてしまうんです。どれか一品だけでも嬉しい高級魚なのに、これは贅沢すぎますね。それでは富山の日本酒で乾杯して食べていきましょう。まずは前菜です。こちらのお吸い物にはなんと松茸、アワビ、そして甘エビの新庄が入っています。すごいお吸い物ですね。お次はお作りです。
まずはのどぐろからいっちゃいましょう。さすが白身魚のトロと呼ばれるだけあってとろける食感です。続いて富山湾の宝石白エビ。鮮度の管理が難しく、なかなか生ではお目にかかれない一品です。甘エビよりも濃厚な感じがしますね。ここでのどぐろの煮付け、黒い部分があるので喉のあたりのお肉ですね。いやー、トロトロの食感です。豪華料理はまだまだ続きます。今度はズワイガニ。しかも見てください、この肉厚、まるでタラバガニ級です。さすが北陸グルメ、地元の食材には妥協がありません。そしてお次ののどぐろは味噌幽庵焼きです。柔らかな食感はそのままに、また違ったのどぐろを楽しめます。お次は何でしょう。富山のブランド牛、氷見牛の石焼きです。どこまで豪華なんでしょう。そして大トリを飾るのはのどぐろのしゃぶしゃぶです。いやー、希少価値の高いのどぐろをフルコースでいただける宿はそうそうないのではないでしょうか。炊きたてのコシヒカリにものどぐろの出汁をかけて、締めの一杯まで忘れられない味です。いやー、のどぐろ尽くしの懐石料理、最高でした。1年に1度くらいこんな贅沢をしたいですね。それでは湯上がりの一杯とマッサージチェアでゆったりと余韻に浸って休もうと思います。とても幻想的な朝もやの景色ですが、この日は朝からトロッコ電車に乗る予定なので天気が心配です。それでは朝食をいただきましょう。すごい品数ですね。こちらは鮭と日本海に生息するハタハタ、そして北陸名物エビの昆布締め、黒部の名水を使ったお豆腐など地場の料理がずらりと並んでいます。北陸は東日本と西日本のちょうど境目にあるので、東西が融合したような料理ですね。今回も美味しく完食しました。そして食後はこちらの巨大なラウンジでコーヒーをいただきました。ここは黒部の絶景を前にセレモニーやパーティーも行うことができる広さですね。いやー、格式だけでなくスケールにも驚かされる旅館です。それでは旅館からの景色を目に焼き付けてチェックアウトします。そしてなんとトロッコの乗車時間をお伝えしておいたところ、駅までの送迎車をご用意してくださっていました。なんというおもてなし。旅館の格式や料理の豪華さだけでなくサービスも一流の宿でした。この宇奈月温泉で自信を持っておすすめできる極上の旅館です。それでは最後にトロッコ電車についてご紹介します。トロッコ電車は紅葉のピーク時には満席で当日券を購入できないこともあるようですので、事前予約をお勧めします。なお乗車日の11日前までであれば予約の変更や取り消しは無料です。それでは行きましょう。せっかくですので黒部の空気を肌で感じられるよう窓なしの普通車を選択したのですが、よりによって雨です。しかも本降り。この雨でかなりキャンセルが出たようで、私たちの乗った号車はほぼ貸し切り状態ですが、昨日みたいに突然晴れることもあるので期待して出発しましょう。目的地は約12キロ上流の猫又駅、片道約50分の乗車です。なお2025年現在、能登半島地震による落石の影響で猫又駅から先、本来の終点である欅平駅までは運休となっております。ご乗車ありがとうございます。8時17分発黒薙方面猫又行きです。こちらは昨日歩いた旧山彦橋、その先には円楽さんも見えますね。はい、そしてこちらも昨日来た宇奈月ダムと湖面橋です。今日もリフレクションが見れませんでした。残念。見えてきたのは新柳川原発電所です。ヨーロッパの古城を模して作られた発電所で、めちゃめちゃ雰囲気ありますね。
正面に見えるのは12管の用水路。江戸時代、農業用水を引くために作られたそうです。ここには栃の湯という温泉施設もあり、山彦遊歩道を伝ってくることができます。ちょっと見づらいですが、こちらが仏様の形をした天然の岩、仏石です。はい、そして黒薙温泉駅に到着しました。宇奈月温泉の源泉はここから運ばれてきます。もちろん日帰り入浴もできます。この黒い橋は発電所に水を送る水路です。こちらは一つの山が6つの峰に分かれた珍しい景観の出し六方。はい、猫又駅に到着しました。あいにくの雨でしたが、雄大な黒部渓谷を満喫できました。もし晴れていたらとんでもない絶景だったのではないでしょうか。そのぐらいポテンシャルの高い景勝地です。次は欅平までの路線が復活したらまた訪れたいと思います。はい、今回は雄大な黒部渓谷とその玄関口に佇む宇奈月温泉、そして黒部の借景を望む名旅館円楽さんをご紹介してまいりました。とても徒歩では立ち入れない原生の山々、趣深いトロッコで望む V 字渓谷の壮大な景観はまさに日本を代表する景勝地です。さらに北アルプスが生み出す名湯と日本海の幸を極上の宿で楽しむ最高の旅になりました。都心からのアクセスも抜群で人気が高いのもうなずけます。ダジャレではありません。皆さんもぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。